久しぶりの子育てブログで、ミカちゃんの1歳6ヶ月の検診に行ってきたいと思います。クーラーが入ってたらちょっと寒くなるんで、薄手の上着を持って行ってます。今日検診に必要な書類をこの1歳6ヶ月のところに挟んでいます。検診票の内容についてはまた検診に行ってきてから話をしたいと思います。前回同様待ち時間が多分あると思うので、ミカちゃんの好きな絵本とこのポーチの中にはミカちゃんの好きなメジャーと風船のねストローとか、あとこのなんかサーキュレーター新しく買ったんですけど、このシールが好きみたいなのでこれもちょっと一緒に入れておきたいと思います。でミカちゃんの服装はもう暑いのと多分裸にならないといけないので普通にシャツ1枚とズボンです。でそれから歯の検査もあるのでこの後ちょっと歯磨きをして出かけたいと思います。保健センターについて受付をしたんですけど、最初保健師さんとちょっと話をしながらミカちゃんが積み木ができるかどうかの検査と、あとは指差しができるかどうか絵をいくつか見せて、その中から犬はどれかな、ワンワンどれっていうテストがあってミカちゃんできませんでした。ミカちゃん歯の検査無事に終了しました。すごい嫌がってたんですけど12本しかないからすぐ終わりました。1日2回しか歯磨きしてないんですけど、虫歯もなく問題ないみたいです。次はどんな子供でも泣いてるフッ素を塗ってもらいます。ミカちゃん頑張れるかな。フッ素はもう1分もかからないで終わって、でそれから多分砂時計の30秒くらい待たないといけなかったんですけど、フッ素が終わって次は身長体重を測る計測待ちです。ミカちゃんですね。小児科の受診を待ってるとこなんですけど、廊下でなんかこう絵本とか読んでくれてるので、それ結構楽しんでるみたい。終わりましたか？はい、どうぞ。佐藤さん、はいどうぞ、お疲れ様です。同じね、ミカちゃんカエルね。あんまり興味ない内科の先生に見てもらって、その後また保健師さんと相談をして、で、ちょっと詳しくは帰ってから話すんですけど、今から栄養士さんの話を少し聞きます。2位みたいなんですけど、ちょっと日本食とか洋食とかちょっとミカちゃん偏りがちなので、少し話を聞いて帰りたいと思います。そしたら今回の流れをちょっと一通り言っておきたいと思います。まず保健師さんの話、歯科検診、身長体重測定、内科の先生を受診して、でまた保健師さんの話を聞いてから希望で、栄養士さんの話を聞いてきました。短めに言うと、最初の保健師さんのところは小さいブロックを3つもらって積み木を積んでっていう話でした。でそれから指差しって言って A4 の紙に絵が6つついてて、電車、コップ、犬、靴、あと2つちょっと忘れちゃったんですけど、それでその保健師さんが「ワンワンどれ？指さして」っていう感じで優しくは言ってくれたんですけど、指をさしてくれませんでした。でまた後で保健師さんから話があるから、その時に指させるといいねっていう感じで言われたんで、またその時の話はその時にしますでそれから歯科検診は全然問題なかったです。よかったです。でその後フッ素をもう本当に1分ぐらい簡単にチャ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 って塗って30秒ぐらい待たないといけなかったのかな。それだけでした。終わったか、早く終わったからよかった。そこから身長体重を測ったのでちょっと発表したいと思います。前回は 7.625 キロの 71.8 センチだったんですけど、今回は 8.70 キロと78センチちょうどです。8キロって聞いた瞬間に9キロいってない、10キロいってないと思ったんですけど、成長曲線のこのオレンジのところに入ってるし、保健師さんも体重順調に増えてるから安心してくださいって言われたんで、すごいもうホッとしたんですよ。なんでかって言ったら、4ヶ月検診の動画の時だったかなに夜中起こして授乳して体重を増やしてくださいみたいに言われたんで、その時からもうずっとなんか体重増えないな、ミカちゃん小さいなってすごい悩んでたんで、
良かったです。その後内科の先生を受診したんですけど、特に何もないみたいですと、胸の音、背中の音を聞いて、お腹がなんかその便が溜まってないかとかをチェックして、足をなんかこう動かしてた感じだったんですけど、特に何にもなかったですね。それでまた保健師のところに戻って指差しワンワンどれっていうのをまたさせられたんですけど、その時は結構動き回ったり身長体重測定したり、こうなんだろう、ちょっと気分もハイテンションな感じだったんで、いろいろ喋ってはいたんですけど、その犬どれとかっていうのにはあんまり反応しなかったんですね。家ではエロモどれとか猫どことか言ったらもう結構指さしてくれるから、家では全然やってますっていう風な伝えたから、まあ問題ないみたいな感じで言ってくれたんですけど、最後の方まで結構なんかワンワンどれってなんかしつこく言われて、なんか私もなんかもういいよってなっちゃって、なんかもうやだー。まあそんなこんなで、その後栄養士さんに希望で話を聞いてきました。国際結婚だからかなっていうのもあるし、なんか私たちが洋食ばっかりだっていうのもあるんですけど、子供が好きそうな食べ物をよく作るので、そういうのは食べてくれるんですけど、なんだろう、なんか味が濃くないと食べないとか、甘くないと食べない、塩辛くないと食べない、国際結婚だからなのかどうかわかんないんですけど、ホットケーキをあげるのが早かったとか、あとは便秘をね結構してたから、その便秘を出すためになんか食物繊維がたくさん入ったジュースをよくあげてたから、その甘いものが好きで薄い味は嫌だとか、まあそういう風になっちゃったのかもしれないし、原因は多分いろいろあると思うんですけど、とにかく大人の半分の味付けで、量はまあ子供にもよると思うんですけど、大人の半分以上の量を毎回あげるっていう風に言われました。みんな悩んだりすると思うんですけど、例えば私が一つ悩んだりしてるのは、美香ちゃん卵をあんまり食べないんですよ。で、卵食べないんですけどって言ったら、茶碗蒸し食べませんかって、あ、食べます。じゃあ食べてるじゃない、卵焼きは食べなくても茶碗蒸しを食べてるんだったら卵は食べてるっていうことにしていいですよみたいな風にまあちょっと安心するような言葉をかけてもらったんで、もうちょっと気楽でいいのかなっていうのを感じました。もう1歳6ヶ月まで来ると多分体重で悩むよりは食事とかの方で悩むことが多いと思うので、もしよかったら皆さんのアドバイスとか、なんかアイデアとかをコメントに書いてください。そしたら美香ちゃんが何ができるようになったかっていうのをいろいろ言っていきたいんですけど、母子手帳に書いてある項目